日本人が韓国に行くと、日本とそこまで変わらないと思ったことありますか？ところで、実際に暮らすと、朝から晩まで、マジでの連続なんです。なぜこんなに近い国なのに、日常の速度も人との距離感も違うのか。今日は旅行だけでは見えにくい、韓国の日常を7つ紹介します。コンビニ、SNS、筋トレ、アイスコーヒー、爆速配達、エレベーター、クラクションです。まず一つ目、韓国のコンビニ店にかなり不愛想ですね。日本のコンビニに入ると、いらっしゃいませ。服はご利用ですか？ありがとうございました。みたいな3連コンボ飛んできますよね。ペットボトルを1本買っただけなのに、僕は日本で5品9の対を受けた気になったことがあります。最初の頃ね。ところで、韓国では店員がスマホを見ながらバーコードを通してるんですよ。無言で金額だけ見せるんですよ。でもですよ。皆さん誤解しないでほしいんですよ。これは悪意があるかないかでは特にないんですよ。韓国ではですね、その会計を早く終わらせる感覚が強いです。どちらかというと日本はサービスも含めて取引だと思うんですけれども、韓国は物の取引感覚が強いだけですね。だからコンビニというのはそのレジの仕事、ちゃんとお金をもらって、ちゃんと物を渡す。それがやるべき仕事なんですね。二つ目はですね、インスタで見る韓国人、普通の街にはほぼいませんって話ですね。なんか韓国の SNS とかカンドラとか見ると、なんか白い肌で細い顔で完璧な前髪でこうでもよくてキラキラしてて、なんか背景はソンスとかカンナムとか、なんかコーヒーいっぱいまで絵で描いたようなインスタ出てくると思うんですけれども、でも皆さん朝8時に住宅街に行ってみるとわかると思います。僕みたいな見た目の人が多いんですよ。そのカンドラとかアイドルとかで出てくるイケメンとかじゃなくて、こんな感じなんですね。あと皆さん日本でも一緒だと思うんですけども、ジャージとかクロックスとか T シャツとか、なんかすっぴんでコンビニ行ったりするじゃないですか。それもなんかカンドラには出てないだけですよね。これちょっと SNS は韓国ちょっと面白くて、中国も似てる傾向であると思うんですけども、これは日常で記録のとして使ってる人もいれば、完成品の展示場として使ってる人もいますね。美肌フィルターとか、補正かけたりとか、光とか、角度だったりとか、この写真をきれいに撮るためだけにお金を払ってどっかの、クラスを聞くとか、もちろん一部だと思うんですけども、そういう場合はあるんですね。で、三つ目はですね、韓国ではジムに通うことが異常なぐらい普通です。夜10時とか、住宅街に行くと24時間ジムがよくあるんですけれども、ランニングマシン埋まっていて、鉄のプレートがガチャンガチャンするんですよ。これは会社員もそうですし、大学生もそうですし、女性もそうですし、中学生、高校生とかもジムによく向かうんですね。韓国ではこの体型管理をするってことが結構自己管理ちゃんとしてるんだなーっていう風に見られやすいんですね。例えば恋愛対象として男の人を見るときに、顔はもちろん大事なんですけれども、筋肉がちゃんとついてれば、しっかりと加点がつくから、そのボーナスを狙って、筋トレする人も多いと思うんですね。そこでもね、韓国社会のその競争でみんななんか強くなってる断面が見えたりするかなと思います。で、4つ目ですね。マイナス10度でもアイスコーヒー飲むんですよ。吐く息は真っ白で耳痛くて、報道には凍った雪あるんですけれども、韓国人よく見ていると、カフェ行ってアイスコーヒー買ってるんですよ。この人たち、体温という感覚ないのかなって思っちゃうぐらいです。韓国には、オルジュガっていう言葉があります。こうって死んでもアイスアメリカーノ、アイスコーヒー飲むぞっていう話なんです。いろんな理由あると思うんですけども、それは例えば韓国の室内暖かいです。温度あるから暖かいだったりとか、なんか仕事を頑張ってるからその集中して仕事やりたいだったりとか、アイスアメリカの韓国薄い傾向がよくあって、量が多いから凍った水を飲んでる感覚で飲んだりとかするんですね。日本の冬は冬になると温かい缶コーヒーを両手で握る。韓国の冬は氷を鳴らしながら歩く。コーヒー一杯にも韓国人、日本人の違いあります。
で、5つ目、韓国の配達は早すぎて時間感覚が壊れるってことですね。これね、すごいんですよ。夜に注文した日用品が次の日の朝に玄関前に置かれていることがあります。つまり、その注文ボタンを押せば、そのどこかにある倉庫で裏の人が動いていて、それを宅配の車に積んで、夜中のね、2、3時ぐらいに出発して、朝の6時、7時自分の玄関前にポンと置いて、宅急便のおじいさんは他のところに行くってことですね。多分ですね、朝に注文すれば、夕方ぐらいに届いているこの当日配送というのもあるんですね。韓国ってとにかくスピード重視なところ多くて、今すぐ欲しいとか、今すぐこれができるようにやりたいって感覚が常にどこにもあると思うんですね。だからそこにも行政とか配達だったりとか接客とかに現れていて、それを答えるようにその裏で企業がなんとかそれをやらせるみたいなことがよくあるんですね。だから韓国の方が日本に来ると、例えば、別にその良し悪しの話ではないんですけれども、韓国のこの生活に慣れてると日本に来て大変ってことはあるんですね。例えば、宅急便は日本も早いと思うんですけど、例えば行政で在留カードの更新するのに、2ヶ月ぐらいかかってると、あれこれってこんなに時間かかるものですかみたいな時に、大変になることもあります。逆に言えば、日本の皆様でもうスピード速いものが好きってことは韓国社会合ってるかもしれないですね。で、6個目はですね、エレベーターのドアが、全く待ってくれない。ちょっと誇張すると全く待ってくれないってことですね。日本ではですね、人が走ってきたら開くボタンを押したりとか、自分がボタン近くにいて他の人が降りようとしたら、自分が最後まで開くボタンを押して自分が最後に降りるってことよくありますよね。で、韓国ではこの先も早く文化につながるんですけれども、乗った瞬間、もう閉めるボタン連打ですね。そして降りるときには自分が先に降りる場合もよくあります。なぜなら入り口から近いから。だから皆さんこれ面白くて、韓国に行ってエレベーターのボタンをよく見ると、この閉めるボタンの方がやたらに消耗されてる場合があるんですね。これはおそらく韓国の方がもうこの連打をしていて、そうなっている可能性があります。先ほどの話とつながるんですけども、1秒も早く進むっていう感覚が、韓国社会にはあるかなと思います。信号、地下鉄、会計、配鉄、エレベーター、この小さな待ち時間を全部削って、その時間あれば他のことをやった方が効率的だし、結局あなたもいいんでしょみたいな考え方があるんですね。これは韓国社会の、僕個人としては面白いところかなと思います。で、7個目はですね、クラクションが日常のミュージックだっていうことですね。だいぶ変わってると思うんですけれども、信号が青になった時に前の車が動かないってなったら、バーンって押しますし、右折が少し遅いってなったら、パパッと押せますし、で、タクシーが客を乗せるために止まったら、後ろからブーってなることよくありますね。日本の皆様、それ見てて喧嘩してるのなんでそんなに怒ってるのみたいな感じになると思うんですけれども、韓国では結構意味が少し広いとか、そこまで怒りを入れてないっていう、風に捉えてみるといいかもですね。青だよとか、行けるよとか、そこにいるよとか、早く行こうみたいな、会話なのかなに使える場面もあると思います。もちろんその中で怒ってババンしてる人もいるとは思いますね。だから今日話した7個ですね。これもある意味でですね、韓国は早くそして近く、濃い人間関係とか、こういったものが複合的にその根本の思想にあって、その上で他の、例えば宅急便の時間どうしますかみたいな形に入り込むような感覚になってるかもしれないと思ってるんですね。だから僕日本に戻ったりとか、韓国に帰ったりとかすると気づくんですけれども、特に日本の場合ですと、店員さんの一言とか荷物丁寧さとか、エレベーターと待つ数秒だったりとか、道路のしつけさだったり、これ日本で休んでると当たり前だなと思って見えたものが、母国に帰るとそれが当たり前ではなくなる。韓国では韓国の当たり前が存在しているっていうのが僕にはですね、見えてきている
っていう、状況っていうのを共有してみました。これは、どちらが良いか悪いかで、考えるっていうのも、もちろんそれも悪くはないっていうことには思うんですけれども、僕が主に大前提としては、その国には、その国に合ってるルールとか事情とか価値観があって、そこで来てるっていうふうに考えていて、その上で、この国が例えばお金をいっぱい稼ぎたいですってなった時に、そんな感じで例えば韓国で、この文化いいよね、この文化良くないよね、みたいな形で、どんどん調整していく。そういった姿が、文化を考える上に大事なのではないかなという個人的に思っています。以上、パクでした。アニョン。